イラダドジョンです。今回はね、ナビ vs ジョーカー e スポーツというわけでね、グーテンタックというわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで先行ナビから、ちなみにジョーカーさんとは全く関係のないクランになってます。さあ、星さん、トツウィズラバルですね。クランリーグとかでもね、ちょいちょい見るような配置のタイプですが、ラバトツしつつ、突撃艦は特にホーミングはさずかなり奥地まで進んでいく。まあ、上振れを狙ってね、まあ、手前で落ちてもいいけど、できるだけ奥に、もしくは、もうここ通るのを知ってる人の突撃艦みたいな感じかな。まあ、手前で落ちてもリカバリーできますよね、みたいな、そういう理論かもしれないんですけど、これバカ強いっすね。中心部までがっつり削っていって、ラバ処理の方までできそうか、これは。ラバも破裂しつつ、対地クロスの方にも結構なダメージが入っていきましたと。さあ、6時にアーチャー釣っていって、ポイズン処理やりつつ、このままタウンホールの方をクイーンで射抜いていくようなプランになりそうかな。さあ、ベビーカットからのキング展開、アーチャーに釣られたんですが、しっかりアーチャーターのカットがベビードラゴンで間に合っていく。これ強いね。1マス空いてるから、確かにこのタイプの配置、この辺と釣って、キングを内側の投石クロスのとこに当てていくみたいなスタイルをね、この前の時もやってましたが、さあ、アイスゴレムなんですけど、ちょっとフィストしたところに、これは、まさかのトルネード突撃艦対策用だと思うんですけど、昔のクランリーグの方でね、同じようなとこにね、突撃艦投げてる動画上げたことがあるんですが、その突撃艦は結構来るということでね、対策されてそうですね。タウンホールの方を取れたの確認してから、10時の方からラバルフリーズをかけつつ、まずはトームではなくね、フリーズから入っていって、もう一度フリーズかけていきましたね。奥のこのクイーン処理のところまでストライカー届けたいので、ここで一気のラバストライカートーム。ちょっと早めにトームをかけてしまったので、そこはヘイストでカバーしていくような感じで間に合わせていきました。マルチ IT の方まで降りつつ、3時のところにはテスラモリ。まあ、3時テスラモリで、6時の方は、トルネードがね、置かれてるということで、まあ、両サイド、結構この区画っていうのを重点的に守ってきた配置なんですけど、逆サイドから、すごいな、おで引か、これ。おで引いたか、食い引いたか、あれか、シューターだか、何狙ったかわかんないけど、とんでもない、殺意の高いところなんですが、殺意の高いドヤフリーズです。さあ、対戦相手はスーパーアーチャーですね。クローン2発使ったさあ初手おでんぶっぱしていくようなスタイルだと思うんですが、ストライカー投げ得だから投げてもいいのかなと思うんですけど、まあ援軍が釣れちゃうっていうデメリットがあるんだけど、どっちにしろこれあれだね、クランチをかかるところでそういうねユニット出していくんだから、出してもいい気がするよね、この距離だと。クローン2発しっかりスーパーアーチャーを増やすような形で打っていきつつ、インビジブルタワーがね、発動したので、今のところタウンホールを打つことができない状況なので、まずは外周部から削っていく。さあ、クロスボウじゃないや、投石。逆サイのクロスもだいぶ削れてるね。さあ、ラスト呪文だとしっかりタウンホールの方を削り切って、モノリスの方は、クイーンにターゲット結局それて伸びてないんで、大モノリスまで残っていった。これストライカークイーンに当ててれば、モノリスの方までね、折れたんじゃないかな、これ。さあ、アイゴレ3体ですね。ここは結構嫌な処理の仕方になりそう。まあ、ポイズンはないんで、簡単に処理ができるあれなんですけど、さあ、ラバス9時から同時並行で進めていきます。テスラに対してバルーン当てつつ、ちょっと第1クロスが重いですね。クイーンは大逆走、ロイヤルチャンピオンは戻っていきますがというところ。クロークこんなところで剥がされてしまって、打つのはリクスケルトン。悲しいですね。呪文はないラバルをここからマルチ投石とロイヤルチャンピオンの処理までやらなきゃいけないんですけど、厳しそう。ガーゴイルとかもね、結構1点出しでね、出してしまうと、せっかく回収できる場所他にもあるのに、こうやって固まって取れちゃうからね。1、2体はしっかり的確にピンポイントで出す場所があってもいいのかなと思いつつ、でも結構伸びますね。クイーンの方が外周流れたことによって逆にパーセントの破壊率の方がね、伸びてきそうな展開になってます。テスラも降りつつ、6時の方はアーチャーとガーゴイルで、ちょっとずつ伸ばして、まあ、
最初の展開からすると、少し伸びた方かなとは思うんですが、86まで行って終わりそうですね。はい。さあ、クイヒーホグですね。最近ちょいちょいクイヒーホグ見かけるようになりましたね。さあ、ウォールブレーカー2枚。この形は見たことありますね。以前も、のクイヒーで、これクイラバだったり、クイヒーライダーだったり、いくつかの編成、ドラゴンもやってたかな。いくつかユニット変えてこのクイヒーをやってるの見たことありますね。流れで言うと、このまま一層だけ開けてタウンホールの方までクイーン誘導してっていう流れになると思うんですけど、兵器どうしますかね。以前はバトルドリルをね、この辺に差し込んでキング、イーグル砲入れたりとかしてたけど、クイヒーホグになったことで、他のユニットよりもホグの方が合うやり方っていうのがね、あったからこういう使い方してると思うんですが、さあ、ここはアイスゴーレム、しっかりホグライダーで釣っていって、しかもこれアイゴレの攻撃がクイーンに入らないことによって衰弱もつかず、しっかり勝利ができていく。いい形ですね。キングやっぱりイーグル砲ですね。イーグルのところは穴開けしていきつつ、テスラとリックスケルトン出てくるので、少し嫌な感じで、キングが捕まって早めのフィスト。やっぱドリル来ましたね。ドリル使いつつ、ホグを一気に展開していく。バルーンじゃない理由としては、やっぱエアスイーパーが逆らうところと、マルチってこう逆らった時ですね。クイヒーホグの選択理由とかね、この前聞かれたこともあったんですけど、この広い展開をね、ホグで、ラバルでやるのは結構しんどいので、ホグを採用したという理由だと思うんですけど、クイヒーの方も穴開けしつつしっかりレイジを置いてます。ドリルと、ここにヒール、結構我慢しましたね。スケルトンの呪文を置くことで、ここモノリスのターゲット取りつつ、キングのターゲットも取るっていうメリットがありますね。ホグの延命ができてますが、ちょっとタウンホールがね、そろそろ攻撃入ってくるところなので、中心突破したホグ部隊は少し溶けてきてる。結論ですけど、ちょっとクイヒーをもう少し待った方が、ホグライダーがここダメージ受けない展開になったかなという展開なんですけど、ロイヤルチャンピオン延命のインビジブル。ただ残ったホグ、これドリルから出てきたやつかな、残ってますね、まだ。キングがちょっと処理できなかったか、あんなに。そしてなんかこっちのキングがこんなとこにいる。スニゴブを展開していって、キングがクイーンに当たりますが、ここでキング、フェニックスモード解けていきますね。ウィザード回収していって、結構ギリギリな展開ですが、ウォールブレーカーないので、クイーンの気分次第ですね。さあ、テスラと、ここフェニックスが空飛んでるので、このテスラを降り切れば、ある程度仕事してくれそうですが、おでんもサポート。おでん打たれるような位置に入ってしまいました。さあ、アーチャーとガーゴイル裏から出していって、クイーンはね、落とされない火力なんですけど、ちょっと時間の方が間に合わず94%、時間切れ。対戦相手は、こちらもスパーチャですね。結構、クラン内で同じ戦術をなんかみんなが使ってくるクランってね、結構多いんですよね。おでんはすごいすごいすごい。すごいっす。とんでもねえ強気だな。さあ、ここはもう罠がないの知ってますよというようなね、突撃艦が飛んでまいりまして、ここで増やしていきます。イーグル、マルチシングル、この辺をね、降りたいという狙い。グランジョもしっかり入ってるので、援軍釣ることは当然できつつ。バリューとしては結構削れましたが、プラスアルファで削れそうな場所はそんなに多くないですね。ダメージ自体は、中心部ね、吹っ飛ばすことはできたんですけど、エレクトロタイタンこれ、しっかり当てていきたい感じだったんですけど、サイドに流してるので、ようやく反応してくれましたね。ちょっと微妙な当たり方ですが。アイゴレはね、結構しっかり外で、時間かかっちゃうけど、処理した方がいい気はする。キングがもうこの段階でフィスト使ってレッドゲージなのマジでもったいなくない？アイゴレ出てきまして、アイゴレのフリーズ効果が入りつつ、エレクトロタイタンも溶けちゃいましたね。おでん残してるんでね、ラバルの方でタウンホールは取れるよという形だと思うんですけど、なんか結構トッツビズとかで同じようなとこにぶっ刺しても
いいような気がしないでもないが、これに関しては。結構ね、ロイヤルチャンピオンとラバーを突破させていくような形。クイーンも合流するようなイメージですね。トッツビズでちょっと似たような形で、前回、なんか似たような配置に似たような展開でね、取ってるような記憶がありますが、ラバーハウンドの方はしっかり罠を吸いつつ、ポイズンタワーの解除もしていって、バッコーン。もうワンラバがいるというところ。かなり早い展開で、トームかけてるんですけど、このラバルはね、呪文がないんですよね、インビジブルしか。ってなると、当然フリーズもヘイストも打てないのをタウンラバルすると、トームのタイミングも結構早くなっちゃいますよね。ってなると、しっかりトームの爆破ね、タウンホールの爆破にトームが焦らんないので、今みたいに落ちてしまうと。結構伸びてはいるんで、破壊率は高くなりそうではあるんですが、裏の投石に対するケアっていうのがね、どう見てたんでしょうか。突出で取れたらバカ強いけど、そこ。ロイちゃんの処理もね、結構しんどそうですよね、終点なので。ただ、これ時間さえあればクロークでだいぶ伸びそうな展開になってきましたね。さあ、時間を意識してのクローク。まあ、スパーチャ結構最初にね、時間使っちゃうからね。まあ、アイゴレしっかり外処理しないでした分、しなかったらもっと時間切れだったと思うんですけど、こんなに伸びるんですね。こんな伸びると思わなかった。さあ、カズマくん、リターンの呪文が入ったクイヒーラバル。トライハードって書いてありますが、まあ、当然トライハードではありません。さあ、12時から、まあ、リターン入ってるので、まあ、ほぼほぼターンホールだけ拾って戻す形かな。戻す先がどこになるかなんですけど、まあ、ランチャーセットしてるんで、ほぼほぼキングウッドランチャーはね、イーグル砲にやってくると思うので、まあ、横サイドかけるならキングの方だと思うから、スニゴブカット入ったね。スニゴブで金庫の方までカット入れつつ、ターンホールの方はしっかり、これインビジブルタワーかかってなくねやっている。さあ、この美味しいインビジブルタワーの弱点にしっかり気づきまして、多分こっちだと思うけど、逆サイドでしたね、これはね。まさかの逆サイド。そして、キングのためのサイドカットもやっていきつつ、オリコーデンですね。トカゲちゃんがついている。タウンホール取れてる。おお、ウッドランチャーそっちなんだ。おお。まあ、シンプルこのマルチおる。ちょっと結構、想像してた形とちょっとずれてたので、入りも変わってきましたね。クイーンの方がちょっとクロークを吐かされてしまう展開。そして真ん中マルチまで伸びなかったですね。ランチャーとこのおでんたちの角度が違うことのメリットでマルチ IT を降りに行ったんですけど、違うことのデメリットの方で被弾が入ってしまうというところでね。まあ、これはクイーンのクロークを吐いてしまったことで、ウッドランチャーにダメージが入ってしまったっていう展開なんですけど、さあ、オアホーミングが。マルチ、ロイヤルチャンピオンで取れるなら取りたいかというところ。さあ、マルチの方まで入りましたが、左は取れないですね、これ。右は、折って欲しかったけど、ギリギリ届かない。ウィンだいぶ膨らむな、これ。さあ、ホグライダーなんかめっちゃ入ってて、このホグってもともと何用だったのかちょっとわかんないんですけど、巨大爆弾でおられつつ。マルチの方は避けて進んでるので、一旦無視する形でラバ裏から、エイジフリーズインビジブルというところ、どう展開するかですね。ここ難しいですが。さあ、インビジブルで一旦ここは延命していく流れになりました。フリーズの呪文をどこに使うか、レイジをどこに使うか。クイーンの方は、ここは一旦耐えれそうですね。さあ、フリーズかけて、インビジブルタワーそこで折っていくと、ここクイーンの方に結構被弾入りそうですが、ここもインビジブルで隠れていって、フリーズ、レイジでマルチ降りつつ、いやー、トラ罠が。左のマルチが結局残るウッドランチャーで壊したかったところ、もしこれがうまく決まっていればそこが残っていることはなかったので、展開だったんですが、ランチャーパートですね。欲しいな、99%。今のはどうだろうね。おでんの角度もうちょっと左側から出すとか、少しだけね、ウッドランチャー守れるような、フォームがね、打てるとか、そういう形。ウッドランチャーの角度、
結構左目でマルチを打ちに行ったんだけど、右目でマルチを打ちに行く角度で左からウォーデンとかだったらもしかしたらいけたかもしれないですね。まあ、クロークだね。シンプルなところはクロークだと思いますが、ここもスーパーアーチャーっすね。しかもすげえトッツビズみたいな入りで入ってきた。うわ、取るね。マルチ IT も降りたい。マルチ IT ダブルで降りたいっていう目論みのスーパーアーチャーなのかな、これは。ただね、そこ降りたとして、どうなんでしょうね。強いは強い。さあ、インビジブルそこもかけるんだ。ビッグウォーデン型。あ、ラバルじゃねえのか。なるほど。ルート整備みたいな感じに入りましたね。イーグル砲発動しないように最初はヒーローだけで展開して、ここからイエティとペッカを使ってのサイドカットですね。大砲のカットは間に合わなかったんですけど、相手のヒーローに反応してユニットはしっかり内側入っていきました。さあ、オールブレーカーどかどかどかと飛んでまいりまして、これ外周部のサイドカット部隊がいないんですけど、もうゴリ押しで進めていくのか。さあ、ここで一気のトーム。ストライカーの方にトーム入ってないのが少し残念ですが、仕事はしてくれかけた。まあ、どっちにしろトームかかってるしね。さあ、ホグ、手の届かないところにホグライダー、アーチャータワーに刺して、しっかり回収もやりつつ、頑張れ。タイタンの方が壁越しにダメージをちょっとずつ入れてくれつつ、トカゲも少しクイーン触ってくれてたのかな、今の。トカゲわかんなくなっちゃった。どっか行っちゃった。クイーンクローク持っておでんは姿を消していく。ロイヤルチャンピオンは能力持ってるんですけど、結構このテスラモリ捕まりそうっすね。うわー、ちゃったわ。あ、降り切れた。撃つしかないよ、それ。撃つしかないって。ここね、撃たないと。あ、フェニックスっすね、これ。ギギおでんついてたんだ。あ、そもそもトカゲなんていなかったわ。何言ってんだ。さあ、おでん姿消えたまんまだったんですが、インビジブル効果はついてなく、落とされていきました。さあ、フェニックスロイちゃん、ここは死ぬんですけども、復活いたしまして、降り切りたい。ただ、裏の対地クロスがきついっすね。何かのバグでこの裏の対地クロスとかも折れてればね、結構良かったっすね。スーパーアーチャーパートで。なんか似たような、デジャブかな、こんなような展開でこの辺残って時間切れみたいな攻めを前にもちょっと見たような気がしないでもないが。さあ、エレクトロタイタン自体は残ってるんですけど、まあ、ロイヤルチャンピオンの方がね、落ちてしまうと、時間的にも間に合わないと。結構壁も殴るところも多かったですね。さあ、ベルナウ。おー、クイヒーホグ。やっぱりちょっと増えてますね、クイヒーホグ。ベルナウは結構、まあ、レジェンドリーグでもなんか回してるみたいなんだけど、ベルナウの影響なのか、そもそも、なんか、もともとね、他のチームもちょいちょい使われてたんで、少しずつ、クイラバ対策っていうのが増えてきたので、ラバルのところをホグにしてしまえば、ちょっとラバル対策をね、かわせるっていうところでね、ここも強いんですよね。ヒーローパートとかね、崩すためにね、宝石とかヒーロー区画のところって罠が固まってることが多いんですけど、そういうとこをなんか、ドラトームとか、ホグトームとかで飛ばしていくのが、ちょっとラバル対策陣に対する攻略の一つだったりしますよね。シューターを9時セットしつつ、ダウンホールクイヒーをかましていきつつ。これどうつなぎますかね。ウォールブレーカーはもうないので、シンプルに流していく流れなのか、本当は入れたかったのか、どっちかわかんないですが、クイヒーはこのまま流れていきます。ちょっと早めにリクスケルトン置きましたね。壁開いてんのかな、これ。本来このテスラ入ることはなかったんですが、こいつのせいで少し怖かったんですが、しっかり戻していく素晴らしいプラン通り。ロイヤルチャンピオン先に使うタイプのホグ、ね、結構軽く落ちちゃうんでね、ロイちゃんとホグが合流していきたいんですが、全く逆サイドからホグパートスタート。ストライカーも交えて、初手トームぶちかましていく。3時の区画がちょっと重いので、インビジブルまで使いましたね。ポイズンタワーが入っていって、ロイちゃんの方がきつい。3時がきつい。9時のシューターも破裂していきまして、
で、ヒールを使っていく。3時、6時、9時、12時と4方向から攻めていくような戦術になっておりますが、3時のキングロイちゃんパートの方が失敗してますね。結構そこが重いな。しかも重要な区画なので、押せると良かったんですが。さあ、ホグはロイヤルチャンピオンのついてないホグでもこれ12時、10時とかなり伸びてますね。9時のところまで貫通してきて。投石機がないっていうところですね。3時と9時の方を、ホグの苦手な投石機があったんですけど、そこをホグが当たらないようなルート設計したというところ。逆に言うとそこだからこそね、ホグを選択できたっていうところだと思うんですけど、さあ、ホグが投石した潜り込めたよ。強いな。あの流れでこんな伸びるんですね。ホグ伸びましたね。結構初手トムとかもぶちかましてたんですけど、さあ、間に合ってしっかり全開ガーサス。さあ、ライドラッシュ。いや、強かったですね、クイヒーホグ。最近ちょいちょい強いよね。おー、いきなりレイジライドラ、タウンホールまでかかるように、ドカンとぶちかましていって、1体目のこのライドラはどういう目的なんだ？さあ、タウンホールもチェイン、おーやばい、やりた、そのライドラ。いいな。これライドラッシュじゃなくていいもんね、このライドラ。折れんならね。えぐー。レイジライドラ一発だけでそれ折れるんだ。気持ちよすぎんだろ、それ。天才的ライドラがぶちかまされていって、ボマーが中心部へ。フリーズもかけて、しっかり安いパ止めつつ、その間に安い折れましたね。いや、これ気持ちいい。モノリスの方をフリーズ固めて、ボマーがしっかり中心部。ちょっとライドラがね、上に膨らむような展開になっちゃいましたね。それがどう転ぶか。クイーンの方はしっかりマルチの方に入っていって、これ、出てきた援軍に対してレイジ打って、クイーンと一緒に追っていきましたが、モノリスのところだいぶ詰まってますね。おでんがもう死んでしまってるんで、ライフオーラのないライドラ。ちょっと進行が遅い。あとはキングロイちゃん伸ばしていきたいんですけど、レイジータワーにトップかけて、ちょっとフィストが腐りそうだな、これ。フリーズはここもう一回かけていって、ドカンドカンドカンとライドラがしっかり内側降りつつ、ポイズン、ここリクスケとかも巻き込んでほしいんですけど、これフィストとフリーズとクロークでどこまで伸ばせるか。クイーン。キングもクイーンも壁殴るとなるとちょっと渋くなっちゃうな。クイーンが強いな。防衛クイーンの立ち位置が非常に良かった。いいポジショニングしますね。そしてここでリクスケルトンが登場していって、クローク残ってるんですけど、壁がね、微妙ですね。これくるっと回ってく展開になる。うん。ならなかった。壁殴りですね。黒く打つしかなくて、おでん像がうざい。巨爆とかありそう、ここ。リクスケもう一本あるよね。巨爆もあって、リクスケもあって。そうなると、アーチャーでの竹取りができなくなってしまって、クイーンが落ちての展開。はい、ラストアタックですね。初手のタウンホールライドラがマジで気持ちよかったんだけど。ただ、8天才のドラインドラ。なんかすごい編成きた。12時の方、シューターのための罠チェックしてからシューターセット。これなんかラビさんあたりが、どこの配置だこれ。インビジブルタワー、61をまずやったんだね。61と2でエアスイ追ってますね。モノリスとインビジブルタワー降りつつ。このコウモリ、レンさんだったかな。どっかの誰かがやってたな。タウンホール周りがこれによって対空砲折れると、空に対する攻撃できる施設がなくなってますね。これは強い。ナイスコウモリインドラだね。インドラでタウンホールを落としていくようなプラン。さあ、ジャイクイーン展開していきつつ、シューターがしっかりぶっ刺さってる12時。タウンホールの方にしっかりターゲット取って、ここにフリーズ合わせることでインドラでタウンホールを落としていく。インドラタウンホールに対して強いからね。さあ、対地クロスの方もインドラで追って、このインドラの9時のバリューえぐいな。さあ、投石の方も9時取って、
いろんなところしっかり各種展開してます。クイーンの方はスーサイドでイーグル取るような形ですかね。うま。一発目のイーグルは時間もあって、もうクロークで早めていきましたね。まあ、結局、食らってはいったんですが、中心レイジタワーのとここレイジトームする流れですか。しっかりレイジトーム合わせていきつつ、中心部こういうね、マルチ2本あるところは空罠がね、中心に入りやすいので、しっかりそこまでバルーンをトームで残すことで罠解除をさせていく。さあ、遅れてキングがここ4時から登場。ロイヤルチャンピオンの方は、ちょっと釣られちゃったけど大丈夫。キング戻って、キング。ちょっと相手のロイちゃんに邪魔されましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンが先行する形になってしまったが、ロイちゃんとりあえずブーメラン打つしかないと。打つしかなくて、フィストも打つしかなくて。さあ、気づけばちょっとドラゴンの方がいなくなってしまってる。おでん。ロイちゃんも落ちていく。さあ、キングとクイーンだけですが、どこまで伸ばせるか。クイーンは落ちてほしくないんですけど、ちょっと打たれながら壁を殴ってしまうような展開。キングもどこ行くの？ディギーは頑張って壁殴りに来ました。クイーン。ただ、壁のレベルが低いというところが希望ですが。いやー。さあ、クランジョは少しダメージが入ってますね。ディギー落ちないで。ちゃんとこれは黄色い壁ですが、間に合わない。99% 欲しい。さあ、ラストアタック対戦相手。またしてもスーパーアーチャー。いや、めちゃくちゃいい発想だったんですけどね。くじがコウモリに弱いっていうところを見抜いて、タウンホールまでインドラで取って、面白いプランニングだったんですけど、ちょっと99と。14の頃はね、こういうちょっと面白いプランニングができて、しっかり配置の裏かければ、結構それね、全開になることが多かったんですけど、15になるとね、それだけじゃなくて、しっかり取り切んなきゃいけないっていうところがね、そこも難しくなっちゃってるから、それ。で、失敗。火力がだいぶ落ちてしまったね。トルネ巨爆小爆ということで、がっつりと、はめられてしまって、まあ、イーグル砲とか折れたが、これはとんでもなく低いバリューですね。援軍が釣れてないっていうのもめちゃくちゃに痛い、これ。まあ、ラバルだったらまあ、きついなって展開だったと思うんですけど、不編成なんでね、まあ一応タウンホールも目指して、上位に行けるような感じかな。オーデンをつけてないね、突撃艦だったらね、そりゃ罠に弱くなってしまうんですけど、つけててもね、さあ、ウォールブレーカー使っていきつつ援軍、いいウォールブレーカーだ。すごいいい位置いった。エレクトロタイタンいるちゃんと。ラバショリはエレクトロタイタンが触ってくれてるね。サフィスト使っていって、ジャンプないんだもんね。呪文がないんだもんね、これ。やばいんじゃね、ワンちゃん。壁殴って貫通してくれるか？さあ、エレクトロタイタンがラバハウンドを処理してくれます。キングの方が、ポイズンタワー入りつつ、タウンホールのところまで届くんだけど、まあ、インブがね、さすがにこれによってタウンホールは確保ができるでしょう。さすがに大丈夫。フェニックスモードも、はい。なかなか怪しかったけど。さあ、ロイヤルチャンピオン9時から展開、クイーンの方も回って、まあ、パーセントは伸ばす感じにはなりますが、前回はさすがに厳しいですね。こういう初手ゲーって初手がめちゃくちゃ大事なので、初手が通んなかったらこうなっちゃうんでね、初手をいかにうまく成功するように考えるか、しっかり通るか、本当にそれで大丈夫なのかっていうのを考えるのがね、この戦術をやる上で大事になってきますね。突撃関係の攻めは大体そう、突ウィズ突アチャとか。なのでね、まあ、星さんとかね、結構、その辺のね、リスク管理めちゃくちゃうまいんで、かつ、崩されてもね、リカバリーできる実力があるんで、ここがね、一般人との違いですね。そんな対策されてるところ、対策なんかしたくなるようなところをね、変えて投げてくるんだよね。まあ、そこ投げるよねってところをね、こうやって投げるんだっていう投げ方するんだよね。
ちょっとずれてるみたいな。これがね、罠をかわしてうまいんですよ。84%。はい、というわけでね、12対10ということでね、点数自体は2点なんですけど、99%が2本ぐらいあったかな、多分。すごいね、今回クオリティの高かったですね。99、99、94とかだったかな。どのアタックもすごい非常に惜しいアタックとクオリティの高いアタックで、見応えのあるナビのアタックだったんじゃないかなと思います。クラウスのね、インドラのやつはすごい面白かったし、最近だとね、あんまり見ない発想だったので、展開になってくれたらね、非常に面白いアタックだったと思うし。やっぱね、ちょっとクイヒーホグが環境的に対戦の場合は増えてきてるようなイメージがありますね。クイラバ対策で、ラバルパート、クイヒーの方はね、ある程度いろいろできちゃうんだけど、その場合のクイヒーに合わせるのが、ラバルでやろうとした時にちょっとめんどくさいみたいな配置が増えてて、特にエアスイーパーとかマルチで対策してくるところ、そういうところをホグで変えてあげることで攻略しようっていうのがね、ホグを使われてる意図だと思います。結果的にはね、前回まですげえ伸びたし、サンジが事故ったのにあんなに伸びたのはね、シンプルにホグの力強さのおかげだよね。うん。というわけでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。